ビスクと言います。トラックメーカーというか、コンポーザーというか、やってるジャンルは、なんかこれと言ってないんですけど、いわゆるエレクトロニックなんですけど、わかりやすく、カテゴライズした方が、伝わりやすいかなと思って、普段はエレクトロニカとか、IDM やってますっていうふうに言ってます。で、90年代の後半ぐらいか、2000年ぐらい前かな。ベルギーのサブロザっていうレベルから、作品を出していて、それがキャリアのスタートですね。で、まだ大学生だったんですけど、で、その後、2000年入ってから全然、音楽活動一回やめていて、で、2012年くらいから、ポツポツ、また活動してリリースし始めたっていう感じですね。あとライブもたまにイベントに呼んでもらったりとかして、コロナ前はですね。はい。一番最初は、中学生ぐらいの時に、中学生か、ベーシックっていう、今の人、若い人は知らないかもしれないですけど、ベーシックってプログラミング言語があってですね、それを使って、最初はなんか簡単なゲームとか作ってたんですけど、途中からなんか音楽鳴らしたくなって曲みたいな、曲らしきものを作り始めたのが一番最初です。その後、なんかシンセサイザーとかも興味は移ったんですけど、めちゃくちゃ高いし手が出なかったので、ずっとそのままもうやってなくって、で、大学生になってからシンセとかサンプラーとか買って、ちょうどその時やりかけたこと、中学生の時にもうちょっとグレードアップしてやりたいなと思ってたことをやり始めて、で、ちょうどその時にテクノブームというか90年代のテクノブームだったので、自分でもやれるかなと思ってやり始めたのが、それが本当のスタートっていう感じですね。はい。まず曲作るときは、スタジオワンっていう DAW か、ネイティブインストルメントのマシンを立ち上げます。なんとなく、鍵盤でコードとかメロディ弾きながら、探っていくっていう感じで、ハードシンセとかはあるんですけど、曲作るときは、曲をちゃんと作るぞってときはほとんど使わない感じですね。だから普通にパソコンとミディキーボードになっちゃうんですけど、なので、DAW とプラグインです。基本は。普通にデモを送ったんですよ。ちょっと自分で、前作と前々作2作ぐらい続けてセルフリリースだったんで、レーベルから出したいなと思ってたんですけど、とはいえなんか、ちょっと全然知らないところから、つながりがなかったところから出したいなと思っていて、あとなかなか毎回海外のアプローチがすごい難しいところもあってですね、最近は。なので、レーベルとかそのレーベルの、コネクションをちょっと力を借りたいというか、そういう気持ちがあったので、一応デモをいくつか送って、ちゃんと話が進んだのが、そのカッセムモッセ、オミニラレーベルですね。ちょっとカッセムモッセ僕ずっと昔から好きで、よく聞いてたんですけど、レーベル自体は全然そんな、規模は大きくないんですけど、ずっと気になってて、送って、返事をもらったっていう感じですね。レーベルの方針みたいですね。ちょっと僕も最初は気になって聞いてたんですけど、どういう理由なのかもよくわかってないですけど、多分みんなそっち聞いちゃうからっていうのも、やっぱアナログ切るんで、それなりにコストかかってるんで、ちょっとなかなかそこの回収をしっかりするには、サブスクはやらない方がいいっていう判断なのかなっていう気もしてます。今時やった方が拡散はしやすいんですけど、結局さらっと聞いてみんな終わっちゃって、そこで結構悩んだんですけどね、レベルの方針なのでいいかなと思ってます。はい。最近じゃないですけど、モデルサイクルズ、エレクトロンのモデルサイクルズ、これを買いましたけど、全然使ってないです。ハード好きなくせになんかあまり使わないっていう感じで、今気になってるのは、ポリエンドのトラッカーでしたっけ？トラッカーでスタイルで作っていくやつで、ハードになってるやつ。あれが気になってますね。トラッカーって僕、リノイズとか入れて、やってみたことは何回かあるんですけど、毎回もう挫折してるんですよ。あのスタイルでなんでみんな作れるんだろうと思って、結構あれ挫折する人多いんですけど、そんなになんかあの機材でやったらしっくりくるのかなと思って、ちょっとずっと気になってますね。なんか謎ですね、あれは。
今のところないですね。多分現場ライブはちょっと当面やらないかなっていう感じで、なんか配信はできるようにしたいんですけど、ちょっと全然環境が揃ってなくて、ちょっとまだできる状況じゃないんですけど、そこはやりたいなと思ってるんですけど、予定は今のところないですね。今後はまだ何もないですね。今いろいろ作ってるところで、まだ全然見えてないです。ちょっと今とりあえずこのバケーションパッケージをどこまで広げられるかっていうところですね。してもらえてますよ。応援はしてもらえてます。そうですね。応援してもらえてるし、いろいろ機材とか買ったりすることに関しても理解はいただいていると僕は勝手に思ってますけど。音楽になっちゃいますけど、音楽だと割と K-POP をね、聞いてます、すごい。全然興味なかったんですけど、最近聞いたらですね、なんかめちゃくちゃレベルが高くて、なんか世界を向いてる、やってやるぞ感が、もう歌も曲もルックスも全部すごくて、めちゃくちゃ今更の話なんですけど、アジアから世界に売るための最適化された完成形みたいな感じがしてですね、ちょっとそれでハマってます。それでいくと、名前がパッと出てこないんだけど、去年すごい聞いたのが、名前が出てこない。ピアニストなんですけど、デュバル・ティモシーですね。ピアニストなんですけど、これがめちゃくちゃいいなと思って、何がいいかっていうのはちょっとすごい難しいんですけどね。ピアノとキーボードも弾いてますけど、なんでしょうね。なんかすごいテクニックってわけでもないんですけど、なんかこれ難しい。何がすごいっていうのか。ちょっと他にない感じですね、この人は。全部を言い切らないというか、隙間がちゃんとあって、すごい聞いてる方の想像力をかき立てる、あんまり饒舌すぎないんだけど、すごい表現力があるというか、この人はやばいなとずっと思ってますね。ちょっと僕はずっとピアノの作品を作りたいなと思ってて、結局もう何年もできてないんですけど、それで結構ピアノで作ってる人はいろいろ聞いててですね。その中で今一番気になってるのはこの人ですね。あとは、あれですね、サム・ゲンデル。ジャズ系ですね。ジャズ系だけどちょっと変わった感じの。とにかく去年はその二人にめっちゃハマってましたね。割と新しめのジャズ系の人たちも若干方向性が似たような感じになってきてるんですけど、この人だけやっぱなんかすごい異彩を放ち続けていて、すごいなと思ってますね。これが僕の中でずっと一番難しい課題で、売っていく上でも、もう本当に始めた頃から難しいなと思ってて、なんかエレクトロニカって言っちゃうと多分日本のエレクトロニカアーティストの音ってみんな思い浮かべる音があると思うんですよね。なんかちょっと綺麗めのメロディーとかハーモニーとかあって、そこにチリチリしたビートがあってみたいなとか、なんかそういう感じとはまたちょっと違うので、で、かといって、変わったことをやってやろうとか、なんかジャンル横断しますみたいなことも別に全然思ってなくて、割とその影響を受けた音楽をひっくるめて脳内で作り上げてるんですけど、なんかそれをなんかうまく言えるキャッチーなワードがなくてですね、ずっと見つからなくて困ってるっていう話です。